愛です。あかりだよ。コントロールネットってどういった時に使うのかなと思っている人は多いはず。愛知、教えてちょうだい。コントロールネットは画像の線画や輪郭だけを抽出して新しく画像生成したり、参照画像から似たような特徴の画像を別で生成した時に使います。また、生成してほしいポーズの参照画像をもとに、別の人物で同じポーズの画像生成をさせることができます。それだけでなく、画風、塗りを変えることもできるので、画像生成した作品をさらにクオリティアップさせることができます。この動画では、C アートでコントロールネットの使い方と各機能について解説します。コントロールネットについて。コントロールネットは画像生成したいポーズがあった場合に、参照画像を入れてからプロンプトなどを入れることで、似たポーズで違う人物の画像生成をすることができます。他にも、画像生成した作品に対して画風を変えたりすることもできます。コントロールネットを使うことによってイメージしているポーズの画像生成がすぐにできたり、画風を変えてさらにクオリティの高い画像生成をすることができるので使いこなせておいた方がいいです。コントロールネットってどうやって使えるのかな？コントロールネットを使う方法は2つあるよ。まずは1つ目の方法から説明するね。コントロールネットを使う場合は、トップページの上部にあるイラスト生成をクリックしてください。左側にあるコントロールネットを押します。すると、コントロールネットタイプが選択できます。この中から例としてキャニーを選択してみます。右側にあるコントロールタイプをクリックすることで変更することができます。2つ目の方法は、画像生成した作品に対してコントロールネットを使うときの方法になります。画像生成した作品の右上にあるサイクルアイコンを押してください。モデル、プロンプト、ネガティブプロンプトなどが自動で貼り付けられます。右側にあるセンド2コントロールネットを押してください。左側にあるコントロールネットに自動で移動します。中央部をクリックして画像生成した作品をアップロードしてください。右側にあるコントロールネット項目のタイプを押してから選択することで使用できます。ここからはコントロールネットの各機能について解説します。キャニーについて。元画像から線画の輪郭を抽出して、再度新しく画像生成を行う方法になっています。こちらは比較画像になっています。キャニーを使用した方が元画像よりもクオリティが上がっているね。右側の首飾り部分が少し変わっていたり、肩部分で肌が露出していなかったりと少し異なる部分があります。線画になっているような部分を細かく抽出しているので、ほとんどそのままのポーズで画像生成されています。画風、塗りが変わって元画像と同様に質が良くなっていることが確認できます。オープンポーズフルについて。オープンポーズフルは人物の構図だけを抽出して再度画像生成させる方法になります。ステーブルディフュージョンを使ったことがある人ならわかると思いますが、こちらの棒人間のような感じになります。アップロードした画像は一旦棒人間にされてから、再度新しく画像生成されているわけです。画像生成した結果がこちらになります。同じポーズで画像生成されているね。構図だけを把握して再度生成しているので、人物や背景が変わります。ポーズを維持しつつ、元画像よりも違った人物や背景にしたい場合などに有効な方法です。ラインアートについて。キャニーよりも人物の線画に荒れさがなくなって丁寧になっているのが、ラインアートになります。髪型や服装などがほとんど近い状態で仕上がります。人物や背景はほとんど変わらずに、塗りだけが変わって生成されているね。鮮やかになってクオリティが高くなったね。塗りだけ変えたい場合は、ラインアートを使用した方がいいでしょう。ラインアートアニメについて。線画を抽出した後にアニメスタイルの効果を加えて、新しく画像生成する方法になります。こちらは画像生成した結果になります。なんか外国風な塗り方になったね。テカテカ感があり、全体的に少しだけガサついた仕上がりになります。デクスについて。アップロードした画像を被写体深度で抽出してから再度画像生成させる方法になります。被写体深度はモノクロ画像で輪郭部分だけを抽出するので、内側の方は変わりやすいです。
こちらでは白黒で物体の輪郭を残しているのがわかります。黒くなるほど遠距離で、白くなるほど近距離の判定になっています。少し服装が変わっていたり背景が変わっていたりするね。元画像の構図の特徴を残して、別の塗り方や服装などに仕上げたい場合に有効です。ノーマルベイについて。ノーマルベイはアップロードした画像に対して、モデリングスタイルの全処理画像に変換した後、新しい画像生成をしてくれます。生成した結果がこちらになります。服装が大きく変わったね。右の画像では口の口角が広がっていたり、服装が違っていたりします。セグメンテーションについて。セグメンテーションではポーズや背景などが大きく変わっているね。人物の位置と構図は同じにさせて、他は別の画像生成をしたい場合に使えます。タイルリサンプルについて。解像度を上げて全体的に画像の質を向上してくれます。輝きが増してクオリティが上がったね。右側の人物の方が良い仕上がりになっていることが確認できます。MLSD について。アップロードした画像の直線部分のみを認識してから、新しく画像生成をしてくれます。人物はほとんど直線を描かれている部分はないので、同じような描き方はされません。人物は違うけど背景は少し似ているね。背景にある建物は直線で描けるから元画像と似て画像生成されているよ。MLSD は基本的に建築物で使用します。建物はほとんど直線なので、線だけを認識してから再度新しく画像生成されている仕組みになっています。それがこちらになります。ほとんど同じような部屋の雰囲気を保ったまま生成できているね。MLSD はこのように、建物や部屋などに使用するといいでしょう。スクリブルヘドについて。スクリブルヘドは太線である程度の輪郭部分だけを抽出して新しく画像生成されています。おお？太線で大雑把に抽出されているからか、アップロードした画像によっては右側のように人物の体が崩れて生成される場合があります。ヘドセーフについて。ヘドセーフではアップロードされた輪郭の特徴を抽出してから、新しく質の高い画像生成がされます。こちらはヘドセーフを使用した時の比較画像になります。元画像よりも綺麗な仕上がりになっています。カラーグリッドについて。カラーグリッドはアップロードした画像の色の特徴を自動的に認識して抽出し、再度新しいカラーグリッドで画像生成します。色の特徴だけを認識しているからか、人物のポーズや背景などが大きく変わっています。シャッフルについて。画像から様々な特徴情報を抽出し、ランダムにそれらを組み合わせてから新しく画像生成させる方法になります。いろいろごちゃごちゃになっていてよくわからないね。こちらはシャッフルで生成した比較画像になります。飛べたね。人物、ポーズ、建物などがすべて変わっていますので、似た特徴で別の画像生成をしたい人には使える方法です。参考生成について。アップロードした画像の人物や建物などを参考にして、似たような特徴で新しい画像生成をします。顔や髪型、ポーズは少し似ているのですが、別の画像に仕上がっていることが確認できます。コントロールネットを使用するときのコツについて。コントロールネットを使用するときは、プロンプトとネガティブプロンプトに何も入力しないで生成すると、クオリティが低くなる場合があります。ですから、画像生成した作品と同じプロンプト、ネガティブプロンプトで入力しておくことを推奨します。そこから何か追加したい要素があれば、呪文を足していった方がいいです。コントロールウェイトタイプは2にすると質が悪くなります。推奨値として、最大でも 1.2 以下を目安にして設定した方が質が良くなりやすいので参考にしてみてください。画風を変えるおすすめのコントロールネットって何かな？画風を変えるおすすめのコントロールネットタイプは、キャニー、ラインアート、ノーマルビ、タイルリサンプル、ヘドセーフになるよ。すべて元画像よりもクオリティが上がって、良い仕上がりで画像生成されるので試してみてね。了解。ローラモデルを使用して画風を変えることもいいのですが、
最終段階の仕上げとしてコントロールネットを追加で行って画像生成するとさらに質が良くなるでしょう。まとめです。コントロールネットを使用することで、塗り方などを変更させてさらに質を高めることができます。また、同じポーズ内容で別の人物を生成したい場合などにも使えるのでマスターしておきましょう。コントロールネットではない他の方法で別の人物や画風を変えて生成したいなら、ローラモデルを使用しましょう。ローラモデルでは特定のアニメキャラクターを生成したり、複数使用して別の人物や画風で生成することも可能です。概要欄にローラモデルの使い方についてのリンクを貼っているのでぜひ見てください。以上でシアートのコントロールネットについて解説しました。アイジェネでは AI 生成に関した情報発信をしています。動画の内容が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。